紀前期、およそ1億2500万年前。以前解説したケラトスコプスなど近縁種も生息していた現在のイギリス南部ワイト島は当時の地球上でも独特な景観を示していました。スピノサウルス科が好むこの地形は複雑に蛇行する大河が大地を流れ、その氾濫によって形成された氾濫源や湿地、小規模な湖や沼が広がっていました。周囲にはソテツ類やイチョウ類、シダ植物、針葉樹が繁茂しており、熱帯から亜熱帯に近い気候の下で豊かな植生が広がっていました。陸地では全長7メートルから8メートルほどのアロサウルス上科で、グループの特徴で薄く切り裂くのに適した歯を持つネオベナトルや、全長およそ4メートルの原始的なティラノサウルス類で、従来のティラノサウルスのようにはまだ進化しておらず、素早い動きが得意なエオティラヌス、全長8メートルほどのケラトスコプスなどが捕食者として君臨していました。ちなみにケラトスコプスは以前解説してるからその動画で詳しく知ってね。地上を素早く駆け回り、竜脚類は群れをなして移動し、重厚な装甲を持つ鎧竜が林縁を歩む生態系において、ケラトスコプスなど以外に水辺に特化した大型捕食者として存在していたのがスピノサウルス科のリパロベナトルです。まずリパロベナトルについて解説する前に、リパロベナトルなどが所属するスピノサウルス科についておさらいしていく。スピノサウルス科とは白亜紀の川や湖、氾濫源を主な生活部隊に選んだ重機薬類の一群で、一般的な恐竜のイメージから一歩外れ、彼らは水辺に特化することで独自の進化を遂げました。最大の特徴はワニを思わせる細長い吻部と巨歯がほとんど発達しない円錐形の歯です。歯の断面は丸みを帯び、鋭く切り裂くというよりもぬめりのある魚類を確実につかみ、滑らせないことに適応していました。顎の前方には神経の通り道が密集し、水中の獲物が作るわずかな水流や動きを感じ取る触覚的レーダーのような役割を果たした可能性が指摘されています。頭骨の形だけでなく、呼吸の仕組みを支える構造にも水辺適応の気配が見られます。尾行の位置は頭の上に寄っていて顔を水に沈めたままでも水面近くで呼吸をしやすい配置だったと考えられています。下顎の前端は左右ががっちりと組み合うだけでなく、歯列が前方に広がって魚をすくう網のように働いたとみられ、噛み合う力と保持の両方を両立させる形態でした。首から背中にかけては神経極が長く大きくなった種があり、この穂の役割については体温調節、ディスプレイ、遊泳時の安定など諸説ありますが、いずれにしても彼らの存在感を決定づける象徴的な構造でした。四肢のプロポーションにも陸上の重機薬類とは異なるシグナルが重なります。前肢は力強く、かぎ爪は魚類や小型獲物の捕獲、あるいは餌を探して堆積物をかき分ける動きに向いていた可能性があります。後肢は従来の大型重機薬類のように疾走特化とは言い難く、骨の内部構造や密度の変化は振り力とバランスの調整に関わっていたと示唆されます。尾の形は種によって差がありますが、水中での推進や姿勢制御に寄与したという見解が有力で、陸と水の双方で機能するハイブリッドな運動器としての適応が読み取れます。主食は魚類ですが、行動圏を同じくするワニ類やカメ、小型恐竜、時に死肉も取り込んだと考えられ、特定の獲物だけに偏らないフレキシブルな捕食戦略を取った可能性があります。分布はアフリカ北部からヨーロッパ、西アジア、果ては南米にまで及びます。北アフリカはもちろん、イベリア半島の沿岸域、イギリス南部の河川、ブラジルの古い河川堆積物、タイやラオスの湖の環境にて非なる水辺のステージで、彼らはそれぞれに地元流の適応を積み上げました。同じスピノサウルス科でも、吻部の幅や歯の並び、穂の形、尾の断面といった細部が異なり、地域ごとの獲物の種類、
捕食のタイミング、競合する捕食者の顔ぶれに合わせたローカルルールを体現しています。以上がスピノサウルス科のあらすじです。ここからは同じ水辺の戦略を共有しながらも地域ごとに異なる顔つきを持った具体的なシタチへと視点を近づけていきます。この水辺のハンターという設計図はアフリカだけの物語ではありません。ヨーロッパの川沿いにもその系譜を受け継いだ捕食者がいました。続いてはその一例を見ていきましょう。ビパロベナトルの発見と命名はごく最近の出来事です。正式な記載は2021年に発表されましたが、その化石は数十年前から収集され、ロンドン自然史博物館などに保管されていました。産出地はワイト島のウィールデン層群の一部であるウェセックス層であり、この地層は種として白亜紀前期バレミアン期、約1億2500万年前に堆積したと考えられています。発見された標本には前上顎骨、脳幹、尾骨、尾椎といった重要な要素が含まれていました。当初これらはすでに知られていたバリオニクスの化石に分類されていました。バリオニクスは1983年に記載され、巨大なカギ爪を備えた前肢や胃の内容物から魚の鱗とバリオニクスと同じ時代の約1億2600万年から1億2200万年前のベルギー、ドイツ、イギリス、スペインに生息し、全長9メートルから11メートルのイグアノドンの骨が発見されたことから、魚食性に強く適応しながらも幅広い食性を持っていたことが判明しています。その知名度と発見のインパクトの大きさから、同じ地域で見つかる断片的なスピノサウルス科化石は当然のようにバリオニクスに帰属させられてきました。しかし2010年代に入り、標本の再検討が行われると、それらは基地のバリオニクスとは異なる特徴を持つことが明らかになったのです。前上顎骨の歯の配列と数、脳幹の形態、尾骨の構造、尾椎の形態が決定的な違いを示していました。こうした研究を踏まえ、クリス・バーカーらの研究チームは2021年に新属新種として記載し、ビパロベナトル・ミルネライと命名しました。属名はラテン語で川辺の狩人、大意味し、種小名はバリオニクス研究に大きな貢献を果たした古生物学者アンジェラ・ミルナー博士に顕示名されています。ビパロベナトルの全長は9メートルから10メートル程度と推定され、体格的にはアフリカのスコミムスに近いと考えられています。頭骨は細長く、吻部は直線的に伸び、歯は円錐形で鋸歯をかき、魚の捕食に適応していました。尾行は吻部の前端よりも後方に位置しており、水辺で吻部を水中に沈めたまま呼吸することに有利だったと考えられます。尾椎はスピノサウルス、エジプティアクスほど極端に扁平化してはいませんでしたが、横幅があり、水中での推進を助けた可能性があります。これらの特徴は完全な水生形態に進化する以前の段階を示しており、スピノサウルス科の水辺適応が段階的に進行したことを裏付ける証拠とされています。脳幹の保存状態は部分的ですが、比較形態から視覚や平行感覚に関連する領域が比較的大きかった可能性が示唆されています。一方で嗅覚に特化していたことを示す証拠は乏しいです。そのためビパロベナトルは匂いよりも視覚を重視し、水辺で魚を探すスタイルをとっていた可能性があります。捕食対象は主に魚類であったと推測されていますが、近縁のバリオニクスの胃からイグアノドンの骨が発見されていることから、魚に限らず小型恐竜や爬虫類、あるいは死肉を食べる機械的捕食者であったと考えられています。つまりビパロベナトルは魚食を中心に据えながらも食性に柔軟性を持つ捕食者であったと解釈されます。ビパロベナトルが生息したワイト島のウェセックス層からは多様な恐竜が発見されています。大型長期薬類ではイグアノドンが代表的で、森林や平原に群れをなして活動していました。
鎧竜類としてはポラカントゥスが特徴的です。そして動画冒頭で挙げたネオベナトルやエオティラヌスが同じ地層から発見されています。こうした多様な肉食恐竜が存在する中で、ビパロベナトルは水辺という生態的ニッチに適応することで競合を避けていたと考えられます。注目すべきは、同じウェセックス層からリパロベナトルと同時にケラトスクプス、インフェロディオスが発見され、2021年に同時に記載された点です。ケラトスクプスは鼻の骨に独特の隆起を持つなど頭骨の形態に差異があり、ビパロベナトルと近縁でありながら別属とされました。同一の地層から2種の大型スピノサウルス科が確認された事実は、白亜紀前期のイギリスにおける生態系が豊かであり、魚食性重機薬類の多様化が進んでいたことを示しています。両者は生態的な住み分けを言っていた可能性があり、ビパロベナトルはより魚に依存し、ケラトスクプスは魚に加えて小動物や死肉を幅広く利用していたと推測されています。系統学的にリパロベナトルはスピノサウルス科バリオニクスア科に分類されます。さらにリパロベナトルとケラトスクプスをまとめてケラトスコプスア科という系統群に置く提案もなされており、両者が密接な関係を持つことが示されています。一方で両者を同じ属とみなす説もあり、分類は今も議論が続いています。いずれにせよ、ビパロベナトルの発見はヨーロッパにおけるスピノサウルス科の多様化を裏付け、スピノサウルス科の起源をヨーロッパに求める仮説を支持する重要な証拠とされています。このようにリパロベナトルは断片的な化石に基づく記載ながら、スピノサウルス科の多様性、ヨーロッパにおける分布、魚食適応と水生化の進化過程を理解する上で極めて重要な存在です。同時代に共存していたバリオニクスやケラトスクプスとの比較、さらにはアフリカや南米のスピノサウルス科との比較は、スピノサウルス類がいかに多様で柔軟な捕食者であったかを示しています。ビパロベナトルの発見は、白亜紀前期のイギリスにおける恐竜ショーの豊かさを裏付けると同時に、スピノサウルス科の進化史を語る上で欠かすことのできない証拠となっているのです。